こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。さて、最近は季節の変わり目で、だいぶ気温も下がってきましたね。10月になってさすがにもう30度を超えることはないだろうな。ないよな。どうなんでしょうか。一方の北海道では天気予報に雪が出てきている地域もあるようで、もう冬も目前って感じだね。スタッドレスタイヤに履き替えなきゃだな。いやタイヤの交換するのにもお金がかかって嫌になるぜ。そういやレ夢ム、お前クレジットカード止められてなかったか？何も聞こえないな。さて、それじゃあ今回も理想の都市づくり、パートをやっていくよ。おう。で、前回はどこをやったんだっけか？前回は、コメント欄でのリクエストをやりつつ、中央地区の駅周辺に住宅区画を作りましたね。そういえばそうだったな。今回は、こちらの理想神殿地区に田んぼを作っていこうと思うよ。ほう、田んぼか。日本の地方都市といえば、市街地を出たところにあるだだっ広い田畑。今回はそんな風景を理想市に再現していくよ。それじゃあ早速やっていこう。おう。それでは早速田んぼを作っていくんだけども、まあいきなり田んぼを設置するよりも先に、まずは道路の敷設から行っていくよ。農道といえばめちゃくちゃ道幅が狭いんだよな。確かにそうだね。正直あんな幅の道でトラックとかトラクターとすれ違うとなると、思わずハンドルを握る手に力が入るわね。そんなクソ狭い農道をこの理想市にも再現していくよ。再現してほしいようなしてほしくないような。さらに道路とは別に水路も作っていくわ。ほう、水路か。確かに田んぼの周りって水路が必ずあるよな。今回はスチームワークショップからこちらのアセットをサブスクライブしてきたよ。へえ、水路なんかもあるんだな。それに実物を置いてみるとかなりリアル。道路脇に水路を敷設しますが、車や歩行者は誤って水路に転落しないように。そういや水路に転落するのが問題になっている件を聞いたことがあるな。岡山県だったような。さて、とりあえず基準になる道路と水路は敷設したので、実際に田んぼを置いてみるよ。おお、これは夏くらいの田んぼかな？色的にまだ収穫までは遠そうだ。ただちょっと地面にめり込んでいる箇所があるのが気になるね。90度回転させて設置したらどうだ？あ、こっちだといい感じに地面と干渉しない。あとは高さを微調整してどうなるか。いい感じ。あとはこれをムーブイットのコピー機能でコピーしてどんどん増やしていこう。一気に農地が増えるんだぜ。そういえば言い忘れていましたが、現在設置している田んぼはこちらのアセットだよ。今置いているのは長方形の田んぼだが、このアセットの中には三角形の形をした田んぼもあるから、使い勝手はかなりいい感じなんだぜ。さらに設置が進んだら大胆にコピー。一気に倍に、それをまた倍に増やしていくってわけか。遠くから見た時に、すべて同じ色の田んぼだと不自然だったので、一部を撤去して色の違う田んぼを設置するよ。本当に若干色が違うって程度だな。今設置している田んぼの方が若干色が明るいですね。田んぼが広がってくると雰囲気出てくるな。そうだね。ただちょっと農道に電柱ってのはなんか違和感があるから、電柱がないものに引き直しておくよ。言われてみればレ夢ムの言う通りかもな。農道って電柱が一本もない。道路を引き直したら再びコピー作業を再開。しばらく農地が倍々で増えていくところをお楽しみください。田んぼはある程度広がりました。なのでお次は田んぼ周辺に建物をいくつか建てていこうと思うよ。田んぼの近くってどんな建物があるんだ？今回は新潟市を参考にしながら作っていますが、田んぼのすぐ隣に清掃工場があったのでまずはそれを建設。へえ、田んぼの隣に清掃工場か。なんかこういう農地と工場は離して作るもんだと思ってたが、そうでもないんだな。どうやらそのようですね。どうかしたか？悩んでるようだが。いやー、なんかあまりにも直線的すぎてつまらないというか。まあ田んぼだし、こうなるのも当然なのでは？いや、なんか納得できない。こうなったら田んぼの真ん中に道路を通して、この単調な景色を変えてみるよ。まあ道路が通れば単調ではなくなるわな。とりあえず、道路が通る予定の場所にある田んぼを一旦撤去。撤去できたら道路を引いていきます。今引いている道は舗装された道路なんだな。そうだね、そのまま清掃工場のあたりまで繋げるよ。よし、道路はこんな感じかな？何もないよりかは良くなったかな？そしたら道路と被らなかった土地に田んぼを戻していきましょう。
隙間があるがそこはどうやって埋めていくんだ？小さめな田んぼと三角形の田んぼをパズルのように組み合わせて、うまいこと隙間を埋めていくよ。はい、ということで隙間をすべて田んぼで埋めれたよ。若干違和感があるような。まあ誤差だよ誤差。あとは田んぼの中にある交差点周辺に、ちょっとした集落を作ってみようと思うよ。ちょっとした集落か。まずは集落の中心となる公民館。まあ集落って公民館が中心って感じだよな。そして農作物を保管するための倉庫も建設。あとは適当にコンテナ倉庫も置いておくよ。そんで集落にある郵便局。たまに、ほとんど人もいないような集落にも郵便局ってあるよな。田舎だとあるあるですよね。あとは適当に農家さんの家を設置。瓦屋根の和風の家だな。あとは木も生やして、周りの景色と馴染ませます。あとは農家の家の裏にお墓なんかも設置。確かにありそうだな。あとは引き続きアパートなんかを設置していくよ。お、これはセブンイレブン。こんな集落でも1店舗くらいはコンビニがあると思ってね。あとは看板を設置したらいつものセブンイレブンだな。忘れずに道路沿いの電柱も設置していきます。そういや最近電柱の設置作業をサボってたよな。聞く。確か前回と前々回に開発した駅前も電柱を設置していなかったような。ギリク。まあそのうちやるよ。ほんとかよ。そういえば前々から設置しようとしていたものとして、高圧送電線を立ててみたかったんだよね。確かに、田んぼの中にでかい鉄塔が立っているのをよく見るよな。今回はスチームワークショップから日本風の高圧送電線をサブスクライブしてきたよ。これを清掃工場から理想新田地区の集落を通って、本町地区まで敷設します。おそらくは清掃工場で作られた電力を本町地区まで送電してるんだろうな。すっかり忘れていましたが、最後は農協の施設を建てていきます。そして農協の建物の中でも、今回はカントリーエレベーターを建てていくよ。カントリーエレベーターって何なんだ？収穫されたお米を保管する施設だよ。全然知らなかったぜ。というわけで今回の理想新田地区周辺の開発はこれにて完了。最後に今回作ったところをじっくり見ていきましょう。はじめはただ5番の目のような単調な田んぼが続いているだけだったが、こう見るとあの時レイムがこだわって正解だったな。そうでしょ。やっぱ畑の中に建物があったりカーブがあったりするだけで、いいアクセントになるわね。それに高圧送電線もいい感じの雰囲気を出しているんだぜ。今度は田んぼの中を通る道に沿って見ていきましょう。まず見えてくるのは農協の施設だね。田んぼの中にポツンとある建物なのぜ。そしてそれを越えたら理想新田の集落が見えてきます。本当に小さな集落なのぜ。そうだね。一
一応設定としては、ここの集落に暮らしている人が、周りの田んぼだったり農協の施設で働いているという設定だよ。職場からの距離も近いし便利そうではあるな。まあ近くの鉄道駅からは遠いし、商業地からも遠いからあまり人気ではないエリアだけどね。最後は、理想神殿を通る大通りに沿って見ていくよ。手前には JA の施設とセブンイレブン。道路を挟んで右側の赤い屋根の建物が公民館だな。再び左側には変電所もあるよ。というわけで、今回の理想の地方都市づくり第5回、農村編今回はここまでにしようと思うよ。一通り田んぼも完成したしちょうどいい頃合いだな。本当はこの田んぼの近くに、高速道路のインターチェンジを作ってみようとも思っていたんですが、それをするとどうしても動画時間が長くなって編集作業が大変になりそうだったので、続きはまた次回にするよ。なるほど。じゃあ次回はインターチェンジと何かしらを作っていくんだな。そうだね。というわけで今回の動画はここまで。それじゃあ、バイバイ。次回の動画もそのうち投稿するはずなのぜ。それじゃあ、バイバイだぜ。